視聴者の皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。エリックです。今日は2026年4月3日金曜日の続き、淡市ツーリングパート2の動画になります。前回は南大阪を出発して淡路島に入って、淡市支店を出発してから展望台に行きました。その後カフェにて朝食を食べて、兵庫県立公園淡路花さじきに到着したところまでお送りしました。今回は淡路花さじきの入り口から動画をスタートしたいと思います。淡路花さじきは淡路島北部の高台にある広大な花畑を有する公園です。季節ごとに様々な花が一面に咲いて、とても美しい景色を見せてくれます。淡路島に来るたびにどんな花が見れるか立ち寄ってみるのもいいかもしれないですね。さて今回はどんな景色が見れるんでしょうか。楽しみですね。淡路花さじきの季節のカレンダーによると、3月から4月にかけて咲いているのは菜の花、ビオラ、紫花菜という花だそうです。緩やかな丘陵の斜面を菜の花の黄色と紫色の花が埋め尽くしています。園内の歩道を歩いているととてもいい香りがしますね。いつ来ても綺麗な花畑が見られるように、とても丁寧に管理されていることがわかりますね。ホームページによると、菜の花だけでも早生、奥手の2品種を混ぜて2回種まきをしているそうです。この広大な花畑を維持する苦労は計り知れないですね。とてもすごいと思います。今回はさすがに一眼レフまで持ってこなかったんですけど、ちょっと後悔しました。ただ花を植えるだけじゃなくて、いろいろと工夫されていて、目を楽しませてくれる公園でした。また違う季節にも訪れたいと思います。花さじきを後にして次の目的地に向かいたいと思います。暑い。気温はちょうどいいぐらいでしたが、基本早足で歩いていたので軽く汗をかいてしまいました。淡路花さじきに行ってきました。思ったより広かった。菜の花がすごかったですね。めちゃくちゃお手入れされてるいい公園でした。バイクの駐車場代も無料で、公園自体も無料なんで、なんかツーリングの時間調整とかに全然挟んでもいいかなみたいな場所でしたね。広すぎないんで、歩いてちょっと散歩するぐらいでちょうどいい広さではあったですね。今春なんでね、菜の花がいっぱいだったんですけど、ネモフィラがちょっと咲き始めぐらいだったですね。もうちょっとしたらもっと綺麗になるんやろなって感じでした。いやー暑い。暑いから上着脱いじゃいました。なかなか淡路島の北の方から抜け出せないんで、ちょっとね飛ばして真ん中ぐらいまで一気に下ろうと思います。この道もねいい感じにワインディングで楽しいですね。お花が好きな人は行って損はないと思います。めちゃくちゃ綺麗やった。多分動画でも見ていただけてると思うんですけど、海沿いでね走りたいんで海の方に降ります。多分まっすぐ行った方が走るのは楽な道だとは思います。今日はね海を見ながら走るっていうのが一つのテーマなんで、さすがにでかい道路出る前には上着着たいですねいい感じに汗が引きそうです。満喫するには2日いりますね。淡路島のね、多分時間的にちょっと行きたかったところが行けないところがいくつか出てきそうなんで、行きたいところ全部回ろうと思ったら2日いるな。いやーのどかだな。さっき来た道の駅だな。まだ13キロしか走ってない。淡市一周150キロらしいんで、まだ10分の1も走ってないですね。ちょっとぼちぼち距離を稼がないと。久しく見てない水平線、綺麗ですね。いやーいいわ。語彙力ないわ。なかなかね水平線見ることがないんでね、大阪だとね。
爽快ですね、本当に。汗をかいたのであ、水分と甘いものが欲しくなったのでちょっと寄り道をします。まあ埋め立て地っぽいっすね。公園になってるんだな。うお、バカでかい機重機船がある。淡路綱港海の駅に到着しました。バイクもフェリーターミナル併設の道の駅的な施設だと思って来てみたんですけどね、バイクの駐車場は見当たりませんでした。入ってみたもののお店などは開いておらず、フェリーターミナルとしての利用だけみたいでした。なんかあるかなと思って海の駅っていうとこに寄ってみたんですけど、大げさに言わなくてもなんもなかったっす。ただのフェリーターミナルだった。ちょっとなんか冷たいもん食べたいなと思って、海の駅とかいうぐらいならね、なんか甘いもんでも売ってるかなと思ったんだけど、売ってなかったっすね。そもそもフェリーのチケット売り場しか空いてなかった。なんてこった。次は別に寄らなくてもいいかなと思ったんだけど、一応淡路島にね、バイク神社があるんで、ちょろっとだけ覗いていこうと思います。でも淡路島のバイク神社ね、鳥居が写真で見る限り塩ビ管でできてるんですよね。あれでええんかな。ありがたみがちょっと薄れますよね、塩ビ管の鳥居は。なんだあれ、オーストラリアのシドニーのオペラハウスみたいなやつが見えましたね、今。なんなんやろあれ。左に淡路ワールドパークおのころってあるんですけど、なんか世界中の有名な建物がミニチュアになってて飾られてたりするんですけどね。もうだいぶ古いからまだやってんのかな。だいぶちっちゃい頃に連れて行ってもらった覚えはあるっすね。その時はまだね、めちゃくちゃ綺麗だった覚えがある。万里の長城とかピサの斜塔とか、そういった建物のね、ミニチュアがあるんですけど、いや懐かしいなあ。もう行くことはないんだろうな、多分ね。洲本の街が見えてきましたね。洲本市に参りました。洲本温泉があるんですよね。温泉街があります。あ、いいかないいかな。淡路の文字の前ではさすがに取れんな。オートバイ神社。やっぱりどう見ても塩ビ管だなと思っていますが、境内なので声に出すのを我慢しました。最近はいろんなところにオートバイ神社ができている気がしますね。番付までできていて驚きました。車道を挟んで反対側に淡路の文字のモニュメントもありますが、こちらは菓子店の敷地内だそうです。入る場合はお菓子を買ってください。実はオートバイ神社は愛賀岩戸神龍神社という神社の境内にあります。由緒を予約すると、小さい神様といつも一緒にいた仲良しの龍にある日神様が使いを頼んだそうです。龍が不在の間に社の氏子たちが良かれと思って大きい社に神様を遷座しました。お使いから戻った龍が小さい神様を探せども見つからず、ここでずっと神様を待っている龍神となったそうです。氏子たちの善意から起きた行き違いですが、ちょっとかわいそうな龍神様のお社だったみたいですね。雰囲気がありますね。今も龍神様はここで小さい神様を待っているんでしょうか。その後、社務所で安全祈願ステッカーをいただいて、淡路オートバイ神社を後にします。思ったより龍神神社の雰囲気が良くていい感じでしたね。ここからは洲本の町を通って生駒山ドライブウェイに向かいます。綺麗な海岸。洲本の街中っすね。なんかどことなく日本海側の小浜とか
こら辺の雰囲気を感じるですね。もうなんか立派な神社がありそう。ああ、でかいな。立派な神社。あっか。よいしょ。うわ、桜が綺麗。おー、いいね、いいね。ちょうど桜の時期だったんだね。吹き抜ける風が強いです。ちょうど風の通り道になってるみたいですね。ここはすごい下から吹き上げてくる。石垣の石かな。よいしょ。事前に調べたら洲本城跡のすぐそばに駐車場があるみたいなんですけどね。ここは見晴らしもよく桜の時期ということもあって結構混み合ってるみたいです。バイクだから端っこに止めさせてもらうなりでなんとかなるだろうと予想して進んでみました。山にならなさそうな場所に止めることはできましたが結構ギリギリでした。すごい車の量。景色がかなり良さそうなので洲本城跡を再現された天守閣まで登っていくことをしました。洲本城は室町時代末期に淡路の守護代熱木氏が三熊山に築城した山城が始まりだそうです。この後仙石氏や脇坂氏などが城主を務めて改修を重ねて近代されていきました。1642年に廃城されるまで淡路支配の要衝として長く使われていたそうです。現代では全国でも珍しい上り石垣をはじめとした立派な石垣が残る歴史遺構として、また天守横の展望台からの絶景を楽しめる展望スポットとして観光客や市民に親しまれています。現在残っている石垣は脇坂氏が城主になった時に改修されたものが多いそうです。とても保存状態が良く立派な石垣がたくさん残っていて見応えがあります。また残された石垣と城跡に咲く桜の花がとてもよく似合いますね。今では叶いませんが現役で使われてた頃の姿も見てみたいですよね。本丸跡に到着しました。現在の天守は1929年に建造された模擬天守だそうです。本丸跡は広場のようになっており、その一角にはお土産物屋さんとカフェもあります。淡路島バームが美味しそうでしたが時間が押しているので断念しました。天守の横にとても見晴らしのいい展望台があってベンチが複数設置されています。この展望台からの景色は本当に素晴らしいものでした。城下を一望できるだけでなく海上交通の監視拠点だっただけあって海への見晴らしも最高でした。多分昔は現代より空気が澄んでいたはずなのでもっと遠くまで見えてたのかもしれませんね。模擬天守には残念ながら入ることはできませんでした。下をくぐることができるようになっていて内部構造を少しだけ伺うことができました。観光地としてのロケーションも素晴らしい洲本城ですが山城としてもとても優秀だったんだろうなと思います。いやー、いい場所でした。公園としても見どころがありますし桜もとても綺麗で素晴らしい場所でした。一通り見て回りましたのでまたのんびり駐車場まで戻ろうと思います。洲本城跡見に行ってきました。
駐車場がめちゃくちゃ混んでましたね。すごい。なんとかバイクは端っこの方に止められたんですけど、4輪の人たちはなかなか大変そうでした。一番上の駐車場の手前にもう1個あるんで、そっち空いてたらそっち止めた方がいいかもしれないですね、車の場合ね。あとバイクのツーリングで団体で来た時とかは下の駐車場止めちゃった方が安全かもしれないです。桜がね綺麗でしたね。で、あと思った以上に見晴らしがめちゃくちゃ良くて景色が良かったですね。展望台としてもなかなかの景色だったと思います。欲を言えばワインディングもうちょい長かったら楽しいのになっていうところはあるんですけど、次はね砲台跡の大石公園でいいのかな。津本温泉のホテル街になります。この辺はなかなか豪華なホテルがありますね。次はもうちょい先の淡路島のね尖ってるところに砲台跡があるんで、砲台跡を見に行こうと思います。で、砲台の横にね淡路の天橋立みたいなところがあるんで、そこを覗いていこうと思います。南に向かうにつれ風が出てきましたね。気温上がってきたからかな。でもお城の後登ったんで汗かいてるからちょうどいいっすわ。太平洋じゃないな、これは太平洋じゃない、紀伊水道なんだよな。紀伊水道も十分広いっすよね。本当に向こう見えないっすもん。逆に関西空港とかからはねこっち見えてるんですよね。でも今日は見えんのかな。でも大体関空のマーブルビーチに行くと淡路島見えるんですけどね。磯の香りがしてきた。和歌山と大阪の境ですね。岬のあたりが見えてますね。ちゃんと日本地図通りの形してるんだなっていうのを実感するですね。あそこに橋かけてくれりゃいいのにね、淡路とね岬で。まあ無理な話なんだろうな。またもうちょっとしばらく走ります。あと10分で着くんですけど、しばらく走ります。あ、これか。海がめちゃくちゃ綺麗。鳴ヶ島でいいのかな。多分砂が堆積してできた地形だと思うんですけど、サシっていうのかな。砂のくちばしって書いて、でそれが分離してサスサシとサスサスになるんですね。学校だ。だんだん道が細くなってきましたね。もしかしたら南の海側はずっとこんな感じなのかもしれない。ちゃんと大石公園でいいみたいですね。和歌山にある大石高原と一緒ですね。おいしょ。鳴ヶ島の南端側、岬の先端に駐車場がありますので、今回はそこに向かいます。来ましたよ。船がいっぱいだ。鳴ヶ島に一番最寄りの駐車場に到着しました。鳴ヶ島は由良の沖に浮かぶ砂州でできた細長い形の島です。北端の由良城から六本松台場、高崎台場を砂州がつないで縦に細長い地形を作っています。もともとは淡路島とつながっている砂州でしたが、船を通すために北端と南端を切り通して島になりました。細長い砂州の形から丹後の天橋立になぞらえて淡路の橋立とも呼ばれているそうです。由良の町は淡路島と対岸の紀伊の岬を結んで紀伊水道で一番海が細くなる形であることから、古くは由良城があった頃から洲本と並んで海上交通の要衝として栄えていたそうです。対岸には和歌山県加太にある友ヶ島、その奥にある岬まではっきりと見ることができます。ちなみに友ヶ島はラピュタの島として有名です。鳴ヶ島、友ヶ島もそれぞれ船で渡ることができます。その後5分ほどですぐそばの大石岬展望台まで登ってきました。
大石公園には由来要塞の一部である砲台跡が多数あって、一通り見て歩くことができます。桜が植樹しておりますね。こちらは第4砲台跡になります。鳴ヶ島とか見えますね。景色がいいだけじゃった。これは入っちゃダメなんだな、多分崩れかけてるから。ここが多分砲台跡に。大石公園案内図ですね。今ここでさっき見たのがこれか。ここにバイク止めたっすね。5砲台、3砲台、2砲台、1砲台。めちゃくちゃいっぱいある。正しく見るところでもないと思うんだけど。先にお伝えしておくと、普通に軽いハイキングぐらいのボリュームがあります。もし端から全て歩くのであれば、それなりに歩きやすい靴で行かれることをお勧めします。歩くのが辛い方は第一砲台側にも駐車場があるので、そちらから歩くとかなりマシだと思います。軽いハイキングですね。展望台からゆっくり登ると第一砲台までは片道30分、帰りは車道を歩いて15分程度はかかると思います。第3砲台跡に着きました。南方の設計図、ちゃんと円形になってますね。コンクリ作りだ。早歩きで歩いているので息が上がってしまって聞き苦しくてすみません。砲台がいっぱいあるっすね。望遠鏡で測るんだね。遊歩道がしっかり整備されているのでとても歩きやすく、途中に展望台も2カ所あります。対岸のね、友ヶ島がめちゃくちゃよく見えますね。その向こうに、府家港とか淡島神社とか花壇があるですね。しんど。ちょうどね、灯台見えてるですね。友ヶ島の灯台の横にもね、砲台跡があるんですよ。向こうの花壇の、岬のところにも砲台跡があって、多分ね、でも砲台の構造を見るんなら友ヶ島行くか、花壇の砲台跡もちゃんと残ってるんで、花壇の国民休暇村のちょい下かな。もし構造をしっかり見たいならそっち行った方がいいですね。そこにもある。本当に無数にありますね。こっちの方が砲台の数は圧倒的に多いです。いや、雰囲気いいな。歴史はちょっとね悲しいけど、ここら辺はね多分砲弾を運んで兵隊さんが歩いてたとこですね。下にね弾薬庫があって、その横の通路があって、で上に弾薬を持って上がって、で運んで撃つっていうからね、多分そこら辺に下の弾薬室とつながってるパイプがあるんですよ。伝令用の何かな、あれかな。真ん中穴開いてるのが多分下まで通じてるはずなんですよね。そのパイプ伝ってこう弾持ってこいみたいないう感じですね。軽いハイキングですね。思わぬところに神社がありました。どうやら砲台よりももっと前からあったみたいです。賽銭持ってくのせいだ。大石神社、最新は天の肥木の命だそうです。灯台があるですね。これは現役なんだろうか。早歩きで歩いてるんですけど、結構ボリュームあるんですよ。砲台跡を全て見る場合でも、展望台、大石神社、第一砲台にそれぞれ駐車場があるので、バイクで回った方がいいかもしれませんね。友ヶ島とかよりこっちの方がよっぽど傷んでるですね。崩れちゃってる。ここが指令室だったり弾薬庫だったりする感じですね。でちょうど上に砲台跡があるんですね。いやーすごいわ。めちゃくちゃ綺麗ですよね。戦時中にこれ作ったんですよ。やばい几帳面だ。ここから車道を歩いて展望台の駐車場に戻ります。のんびり歩くと駐車場までおよそ15分ほどかかるかと思います。
展望台後にして次の目的地に向かおうと思います。大石公園を歩いてきました。砲台跡が本当に無数にありましたね。さっきも言ったんですけど、砲台結構ね崩落してて、かなり保存状態はあまり良くないという感じですね。なので、砲台の、内部構造とか見たいときは、さっき見えてた友ヶ島に、船で渡るか、もしくは友ヶ島渡るところ、加から渡るんですけど、この加にも、砲台跡があるんで、どっちも弾薬庫とか入れるんで、でも規模的には友ヶ島の砲台の方がすごい綺麗に残ってて、規模も大きいんで、友ヶ島砲台の中まで見たいんなら友ヶ島の方がおすすめです。ちょっとねカメラの電池が貯金がなくなってきたんで、ちょっと一旦切ります。で、今から南淡路の方に、鳴門大橋の麓らへんですねまで一気に行きたいと思います。途中水仙峡っていう水仙が綺麗なとこあるんですけど、地域が多分違うと思うんで、綺麗だったらちょっと撮るかもしれない。でまたなんか綺麗なとこあったらカメラ回すんで、しばらく走ります。ではではまた後ほど。謎な民族資料館、こういうので楽しそうなんですけどね。出た、謎のパラダイス。ここ有名っすよね。ゲートだけなんですけど謎のパラダイス謎すぎるでしょ。施設側が謎を言うてもてるからもう誰も分からへん。水仙峡の周りに車がいないってことは多分シーズン外れてんだろうね。もうちょい早かったよね確か水仙。こういう時前ね走ってるの嫌っすよね。てか後ろ疲れるの嫌すぎるから。ようやく3分の1ですね。また100キロ残ってんのがちょっとお腹いっぱいになってきた。あとね行きたいのは伊沢なぎ神宮はね行きときたいんですよ。そこは抑えれたらあとはまあいいかなって感じなんで、そこを優先で抑えようかな。うい綺麗。こうパッと海のとこ出てくるのすごいいいっすよね。上からここ写真撮ったら綺麗だろうね。絵になるよ。再び海岸線の道路に出てきました。ここから 15km ほどひたすら海岸線を南下します。いいね。ちょうど太平洋の方に向かってる状態ですね。紀伊半島は左後ろ、あれが沼島か。沼の島って書いて沼島って読むんですけど、あっこの、上立岩だったかな。あっこにもこれがおのころ島じゃないかって言われてる岩があるんですよね。で今はなんかそっちの方が有力だとかなんとか言ってるんですけど、いろんなとこに神話に関係するものがあるんで、おのころ島を作った場所天の浮橋もここら辺にも確か1個あるんですよね。でもう1個あるんですよね。そっちはちょっと行こうと思ってるんですけど、伊沢なぎ神宮のちょい手前なんで、もうまっすぐしたら楽しいだろうな。なんか非現実的な、特に海なし県の人だと非日常すごい感じられるんじゃないかな。こんな景色見ることあんまない。いやーいいっすね、いいっすね。こうちゃんと走ると淡路島って思いのほかでかいんだなって思いますよね。なんで紀伊水道ですよこれ左ここがモンキーパークですね。1回行ったんで今日は行かないですけど、そう一番最初行った時にモンキーパークの注意書きにってなったんですよね。何が書いてあったかっていうと、人間の食べ物をあげると奇形の猿が生まれるんであげないでくださいって書いてるんですよ。人間と猿って違うっちゃ違うけど同じっちゃ同じじゃないですか。なのに猿は奇形が出るからあげちゃダメだけど人間は食べていいよってなってるんで、なかなかやんちゃやな。南淡路市に入りました。いやーいいね、最高ですね。ここはなんかまっすぐ向きの道な気がしますね。みんなでワイワイ言いながら走りたくなるような道ですよね。沼島もだいぶ近づいてきましたね。
今はね、方角でいうと南西の方向に向かってます。地図でいうと左の斜め下に向かっている状態ですね。沼島が、淡路島の一番右下にあるんで、沼島を越えるともう南淡路の町の方に出ると思います。これは何？ああ、水仙峡か。やっぱり閑散としてるってことはシーズンじゃないんだな。またシーズンの時に来てみたいですね。今度はスポットを抑えれたんで、まっすぐ計画してもいいしね。アスファルト最高。海沿いのコンクリートの道は大抵ボコボコしてるのもあるけど、やっぱりアスファルトは走りやすいですよね。まだまだ旅の途中ですが、長くなりましたので、今回の動画はここらで一旦区切りとさせてください。この後も引き続き淡路島の魅力的なスポットをのんびり回っていこうと思います。淡路島もやっと間もなく半周といったところです。ぜひまた次の動画でも一緒に旅をしていただけたら幸いです。もしよろしければ高評価、チャンネル登録、お気軽にコメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。It's worse when you're not here. Let's turn the